どうも、弁天クルーのタイガです。お久しぶりでございます。ちょっとバタバタで、なかなか動画は作れてなかったんですが、また新しいスニーカーを買ったということで、動画残したいなと思います。2月はすごいっすね、ナイキさんが。もうなんかナイキさんのほんと発売ラッシュっていう感じで、もうそのおかげで全然いろんなメーカーのブランドのスニーカーちょっと見れてないんで、本当になんかスニーカー好きっていうより、なんか今ナイキ好きみたいな感じになっちゃってて、ちょっとこれはいかんなというところなんですが、まあそれにしても2月すんごいですね。はい。まあそんな中でちょっと一足購入してみましたんで、ちょっとご紹介したいと思います。今回ですね、ナイキ SB からダンクロープロのコートパープルです。というわけでまたダンクです。もうね、ダンクがずっと続いてるんですけど、もう好きなんでしょうがないですね。まあ通常のダンクはもうちょっと、もう我慢しなきゃなとは思ってるんですが、今回 SB なんでね、はい。僕履き心地で言えばダンクの SB はめちゃくちゃ好きな方なんで、これはちょっと是が非でもゲットしたいというところで、なんとか購入できたんで今回は良かったかなという感じなんですが、発売に関してはですね、今年の年始に、いろんなスケートショップで、抽選販売があったと思います。僕もね、抽選参加したんですが、見事に全落ちという形で。で、その後ですね、1月の27かな、ナイキ .com の方でね、限定、アクセス限定オファーかな、が来たようです。案の定僕もにはそういうのは来なかったんですが、月をまたいで2月3日にですね、ナイキ .com で通常販売がございまして、今回そちらの方で購入することができました。で、ツイッターの方にもね、書いたんですが、当日中に配達されまして、かなりびっくりしましたね。2月3日の9時に、変えたんですが、夜の9時にはもう到着してたような感じで、ちょっとナイキさんの仕事の速さにびっくりだったんですが、無事到着したんでよかったかなっていう感じです。今回のこのカラーリングですね、カラーブロック、ブロックというか配色ですね、に関してはね、ご存知の方というか、お気づきの方も多いと思うんですが、全く別のシューズにはなるんですが、ジョーダン1のつまぐろですね、カラーリングというかカラーブロックを落とし込んだような形となっております。で、カラーリングのコートパープルなんですが、去年、ジョーダン1でも出たんですが、去年のコートパープルというより、僕はコートパープルと言われると、2018年に出たジョーダン1ですね。トーボックスもパープルだったんですけど、モデルの方が印象深いんですが、そんな感じのカラーリングとなっております。で、ジョーダン1のカラーリングを、綺麗にそのまま落とし込んだというわけではないので、今回は JPAC ではなく通常のダンクロプロとして発売されました。今回もね、ざっくりディティールの方を見ていきましょう。まずアウトソールですね。アウトソールがこのような感じです。通常の SB のパターンですね。スリット多めのパターンとなっております。コートパープルにセンターパーツがブラックとなっております。続いてミッドソールですね。ミッドソールこんな感じで、真っ白ですね。はい。で、アッパーがですね、基本的にというか、すべて、スムースレザーとなっております。パリッとしたような感じです。押した感じ結構柔らかめなレザーの感じですね。質はどうだろうな。正直言うとあんまり良くないような質となってますが、こんなもんですね。はい。トーボックスの方ベンチレーション空いてて、ホワイト、クォーターの方もホワイトなんですが、オーバーレイの方がブラック、スーシュもブラックで、かかと周りですね。このあたりっていうのがコートパープルとなっております。で、こちらですね、ちょっと見づらいと思うんですけど、ナイキさんのロゴですね、刺繍で、ブラックで入っております。この辺はもう真っ黒なんでスッキリっていうような感じです。
ですね。はい。シューレースですね。デフォルトではブラックが入っておりますが、右足、もう一足の方にはですね、替え紐白がついてます。ちょっとこれも後でつけてみましょう。で、続いて終端ですね。終端も真っ白な、SB 独特の厚端仕様となってます。裏側はですね、コートパープルカラーとなってますね。単ラベルはこんな感じですね。はい。潔い感じですね。で、インソールですね。インソールはですね、SB 独特のズームエア搭載のインソールとなってます。これがね、ふかふかして結構気持ちいいんですけどね。で、あとね、かかとの方ですね。かかとの方にもパッドが入ってますんで、サイズ感の話ちょっと後でするんですけど、ここが結構効いてくるので、はい。ちょっとサイズ感要注意かなとは思うんですが、僕はこのかかとパッドめちゃくちゃ好きなんですよね。ここがあるのとないのとでは全然変わってくるんで、はい。あと厚端の効果ですね。SB やっぱり履き心地いいなと思う理由はこの2点かなと思います。今回もですね、ベトナム製ということなんですが、若干気になった点というか、いわゆるナイキクオリティの話なんですが、トーボックスのベンチレーション何箇所か穴が開いてなかったです。これは、しょうがないかな。ピンセットで、つぶつぶと取ったんですけど、あと糊のはみ出しとかシームの、ちょっと間違って縫っちゃったかなみたいなのも散見されるんで、クオリティで言うと正直あんまり良くはないかなっていう感じです。ただ、昔からナイキさんあんまり良くはなかったんですが、ここ最近またひどいかなっていう感じなんで、ちょっと二次流通とかで購入される場合はもしかしたら、外れ引いちゃう可能性があるかなと思います。今回のは僕は割と外れな部類に入っちゃおうかなとは思うんですが、気にせず履いちゃうんでね、しょうがないかなと思います。到着してだいぶ日が経つんですけど、動画にしないとちょっとなかなか履けないなという自分なりのこだわりがあるんで、ちょっとね、早速履いてみましょう。はい、履いてみました。いい意味でめっちゃ普通です。上から見た感じ、黒と白なんで、いい感じだとは思います。最近出たダンクで、パンダとかって呼ばれてる黒と白のダンク。あんな感じだと思います。はい。パンダのダンクというと、上のパンダのね、ダンクとか、ステープルのパンダを思い出すんで、ちょっと、あれなんですが、黒白ダンクの感じかなと思います。ほんと普通な感じ。めちゃくちゃ普通です。結構僕の中では割と玄関靴行きかなっていう感じです。今日、服装を決めるときに大体スニーカー選んで、そこから洋服を選ぶんですけど、それとは逆にこの服が着たいんだっていう日はですね、玄関に置いてあるチャック・テイラーか、プーマのスウェードを最終的に履くんですけど、その時に何も考えず履けるスニーカーかなとは思います。なので玄関先にちょっと置いておこうかなと思います。パープルも効いてるんですけど、どうだろう、馴染みはいいのかな。自分からはあんまりここは見えない部分なんで、意外と皆さんね、盲点なんですけど、スニーカー一番どこから見るかっていうと、真上からなんですよね。はい。だから真上から見た感じ、黒白でめっちゃ普通なんですけど、この普通加減がいい感じかなと思います。履き心地は相変わらずめちゃくちゃいいですね。SB のダンクいい感じですね。僕はぎっちりジャストで履きたいタイプなんで、マイサイ 25.5 を今回もね、購入したんですけど、ジョーダン1とかから比べると、普通の方はハーフサイズアップが SB のダンクの場合はいいかなと思います。厚端とかかとのパッドで結構窮屈感が上がるんで、ハーフサイズアップは僕はおすすめなんですが、ぎっちり好きの方はマイサイジャストでしっかり履いてもいいんじゃないかなと思います。あと、シューレース通してた時にちょっと思ったんですけど、ここの部分ビラビラが今回開いてるというかね、縫い付けられてないんですけど、ここスケートをやってた時先輩にね、ここをビラビラを通さず、そのまま普通に、ここの1枚目だけからシューレース通しなさいと教えられたのを思い出しましたね。その方がシューレースが切れにくくなるんでね。はい。そんな思い出話もどうでもいいんですが、めちゃくちゃいいですね。はい。これはかなりヘビロテしそうな感じです。と
というわけで今回はナイキ SB からですね、ダンクロープロのコートパープルのご紹介でございました。また次回はですね、ちょっとカレーダンク買うことができたんで、こちらのご紹介したいなと思っておりますが、もうね、ダンクちょっと僕本当に買いすぎなんで、これはもうちょっと先輩にお譲りする分となっております。また次回こちらもぜひご覧ください。というわけで今回のスニーカーレビューでございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you next time. Bye bye.